最近少子化対策でメディアが賑わっています。学費支援とかならわかるのですが、これから子供を増やすとなると30年後とかの長期スパンになると思います。はい。30年後の方策に期待するよりもテクノロジーに頼った方が、例えば AI 搭載のラブドールとか遺伝子組み込みのクリーンロボットに未来を託した方が合理的と考えますが、どうでしょうか。 AI 搭載のラブドールとか遺伝子組み込みのクローンロボットっていうのが仮にできたとしても、子供は増えません。まず、ラブドールを多くの人が使うようになると、少子化は加速します。で、遺伝子組み込みのクローンロボットっていうのは別に遺伝子組み込む必要ないんですよ。労働力が足りないというのが問題なのであれば、それはロボットでいいよねってなるんですよね。ロボットで解決するかというと、少子化問題の労働力が足りないという問題ってそんなに大した問題ではないんですよ。労働力としてのロボットってじゃあ AI 化しますよとか IT 化しますよっていうのでいくらでも起きてる問題で、問題は消費者が減ることなんですよ。消費者がいなくなると、その国に商品を出してもしょうがないという話なんですよ。例えばじゃあ日本が毎年毎年 5% 人口が減りますってなったとして、日本に出店したとしても、一生懸命頑張ったとしても、お客さんが 5% ずつ死んでいくんですよ。1000人お客さんを一生懸命集めたとしても、でも毎年毎年 5% だから50人が死んでいくんですよ。で、なると、2年で100人減るじゃないですか。したら、その国出店しない方がよくねってなるじゃないですか。そうすると、外国は日本に出資しなくなるんですよ。で、じゃあ若い子が、俺今度事業を立ち上げるんだと思った時に、事業をやったとして、日本でやっても、毎年毎年 5% 売り上げが減っていくってなったら、あ、これアメリカでやった方がいいわとか、インドネシアでやった方がいいわってなっちゃうんですよ。っていう感じで抜けれるんですけど、で、さらに農業とかも、農業って売り上げって基本的には増えることほぼないんですよ。人間の口が増えない限り食う量って増えないじゃないですか。この農園のキャベツが売れるよねとか、この農園のものが美味しいよねとかで多少の増減はあるんですけど、野菜とかに関しては外国に輸出できる野菜、高級なやつですね。一般的に売られてるような野菜っていうのはほぼ日本国内で消費されるんですよ。もやしなんかを中国に輸出したとしても輸出のコストが高いので。で、そうすると、もやし作ってる人たちっていうのは日本全国で 5% ずつ売り上げが減ってくんですよ。農家をやってる人っていうのは、どう頑張っても全体の売り上げは 5% ずつ減っていくんですよ。で、他が潰れてしまったおかげで多少楽になるよねっていうのは一時的にあるんですけど、それは結局でも全体の飯を食う量は増えてないので、どんどん減っていくんですよ。なのでこれは AI でロボットがどうこうじゃなくて、消費者が減るということ自体が、この国やばいよね、投資してもやばいよね、この国で仕事してるのがやばいよねになっちゃうんですよ。農家継がねえかって言われた時に、毎年毎年売り上げが減っていく仕事するのって怖いでしょってなっちゃうから、じゃあ農家を継がないという選択肢になるんですよ。で、そうすると、農作物が多少高くなるだったらまだいいんですけど、農作物が手に入らなくなるようになるんですよね。北欧とかイギリスとかアイスランドとかっていう農作物が作れない国って野菜めちゃくちゃまずいんですよ。冷凍とかその缶詰ぐらいしかないから。で、今の日本はまだ農作物が例えばキャベツとか出来が悪いから高いよねっていうレベルなんですけど、でもお金を払えば美味しいキャベツがまだ庶民は食えるんですよ。でもお金を払ってももう美味しいキャベツは食えません。食いたいんだったら他の国に行ってくださいみたいな国になっちゃうんですよ。っていうのがもうこの先確定してるんですよ。これがこうなったらやばいよねって話を僕が今してるんじゃなくて、こうなるのが20年後まで確定します。なぜなら、今、0歳の子が20歳になるときに、日本人何人になってるかっていうのは確定してるんですよ。こんな未来怖いよね、みたいな、不確定な未来を話してるわけじゃなくて、20年後こうなりますって話を僕は今してます。今年の日本人の出生数が下手したら60万人台になるって言われてるんですよね。劇的な速度で子供減ってるんですよ。で、高齢者の寿命は減ってないんですよ。なので、高齢者はどんどん増えてって、子供はどんどん減るっていうのがあって、で、20年後にどうなるか。20歳以上の労働者の人数っていうのは、もう今の時点で計算可能なんですよね。で、計算の、まず過ちがあるとしたら、20歳以下の人がもっといっぱい死んだ時。例えばどっかの国が核爆弾を落として若い人たちが死にましたってなったら若い人減るんですけど、今0歳の人っていうのが突然2倍になることはないんですよ。なので、この未来予測は悪くなることはあっても良くなることはないんですよ。0歳の人が5歳になった時、突然クローンになって2人に増えるとかってないじゃないですか。なので、5歳が減る可能性あるんですよ。事故とか戦争とか疫病とかでね、コロナみたいな。でも5歳が増えることはないんですよ。っていうのを笑いながら話してますけど、移民を入れるっていう可能性がね、多少ありますけど、日本はちょっと移民入れるのは難しい国なので。なのでそういう意味でいくと、なかなか難しいんじゃないかなと思ってるんですけど、それを変える気が政治家の人はないので、しょうがないんじゃないかなと思います。はい。
来年2026年は日の絵馬ですが、ひろきさん出生率どうなると考えますか？さすがに名刺を信じる人は昔ほど多くないと思いますが、多少は影響あるのかなと思ってます。というのも以前、一粒万倍日とやらの日に、近所の神社を通りかかったところ、若い女性を中心に長蛇の列ができているのを見たからです。ひろきさん、個人のお考えください。結構ね、影響あると思いますよ。日本人って、やっぱそれなりに信心深いんですよね。例えばお墓って石じゃねって言って落書きするとかってできない人多いと思うんですよね。法に触れる感もあるんですけど。なので、なんだかんだ言って日の目馬だったらまあ来年でいいんじゃないのとか、結婚するんだったらちょっとずらした方がいいんじゃないのとかっていうのは結構あるんじゃないかなっていうので、少子化超加速っていう。ねえ、牛とらうたつみみたいな十二支と一緒に、あと日の江年っていう、それもね12個ぐらいあって、53年に1回ぐらいだっけ。で、その日の絵馬で生まれた女の子は、めっちゃ性格が悪くなるって言われてるんですよ。僕、うちの彼女がずっと日の絵馬だと思ってて、方々でうち日の絵馬なんですよって言ったら違ってたんですけど、だから日の絵馬じゃなかったとしても、性格がきつい人はいるので、なので女性の気性が荒いのは日の絵馬のせいではない。60年に1回か。そっか、5×12 で60年に1回か。っていう感じのなので、日の絵馬に生まれた女の人は気性が荒いので、結婚しづらいっていうのが昔から言われていて、実際結婚しづらくなるらしいんですよ。もうちょっと昔はやっぱりそういう信心深い人が多かったので、来年はもうそこまで信心深い人少ないんじゃないのっていう説もあるんですけど、気性が荒くない女性って少ないと思うんだよね。いや、これだから僕の観察範囲の問題かもしれないですけど、得てして女性は気性が荒いっていう風に僕が観察してる限りはそう思うのですけど、僕は姉と母親がいるのですが、やっぱりなんかね、気性荒いですよ。荒かったですよ。まあ僕の周りに多いだけ説もあるんですけど、おじさんで切れる人もいるんですよ。全く切れない人っていうのが、男の人ではちょこちょこいるんですけど、全く切れない女性ってあんまり見たことないんですよね。これ僕の観察の問題は僕の周りがおかしいだけかもしれないので、本当にすいません。はい。初めて子供ができました。検診とかいろいろ言ってますけど、結構お金かかるんですね。正直日本って全然少子化対策しないんだなって実感しました。異次元の少子化対策とは何だったのか。いや、そういう国です。日本人って20代の女の人嫌いの割合が高いんですよ。30代の女の人は20代の女の人に嫉妬しているし、40代の人も20代の女の人に嫉妬してるし、20代の男性女性だと、やっぱり男性は自分たちが幸せになった方がいいっていうので、女が優遇される俺たちだろうって思ってるので、20代の女性が幸せになるというのを、20代の女性以外全力で否定する国だと思うんですよね。で、10代の女性は私たちの方が上って思ってるみたいな。結局少子化対策って何かっていうと、20代の女性が安心して子供を産める環境を作ることなんですよ。不妊治療っていう30代の人たちがやるものって余計難しくなるし辛くなるだけなんですよね。30代になるとやっぱり子供生まれづらくなるよねとか、35超えると高齢出産になるよねっていうのがあって、なので子供を作るのであれば、10代後半から20代のうちに作った方がいいよねというのは生物学的には一応確定している事実なんですよ。であれば、少子化対策というので子供を作るのであれば、10代の後半から20代の間に子供を作ってもらいましょう。なので、10代後半から20代の女性が経済的だったり、子育ての上だったりとか、キャリアだったりとかに不安を感じないようにさせる。ということは、じゃあ経済的に不安を感じるんだったらお金をあげましょう。子育てに不安があるんだったら、じゃあそこに助産婦さんつけてあげますとか、おむつを運ぶのを子供を産んだことのある人にして、毎月おむつを手渡しするみたいなのやって、子供を産んだ経験のある人にいろいろ相談できるようにしましょうとかっていうので、10代の後半から20代の女性が安心できるような社会的環境を作るというのが、僕が今のところ思う少子化対策で必要なことだと思ってるんですよ。でもこれ嫌でしょ、日本中の人。日本中の人、20代の女性と10代の女性にお金使うの嫌でしょ。結局なんか、お前ら金も使わないでチヤホヤされやがって、30、40になったら化粧もしなきゃいけないし、ファッションとかで考えると大変なのに、T シャツとジーパンだけでも出やがってムカつくみたいな、っていう感じで、本当にだから日本の人って10代、20代と嫌いなんだよね。女の人。これがね、どうなのかなっていうのが僕なんか、少子化対策として結構難しい部分なんじゃないかなと思うんですよね。大横とかで売春をしてる若い女の子とかで、そのまま風俗に落ちて、ホストクラブに貢いでますとかっていう子たちを、もう金バンバンばらまいて助けてあげろよっていう感覚、助け方もあると思うんですよ。ホストのようなものに関わってしまうかわいそうな子なんだから、ひとまずもう金使ってでも助けてあげればよくねみたいな、
困って風俗に落ちたって自己責任じゃんみたいな。いやいやいや、10代で20代前半とかでまだそんなに社会のこと分かってないんだから、そこをなんか売春しても妊娠しないようにコンドを配ろうとか、いや、そういう問題じゃないでしょみたいになるんだけど、なぜかコンドを配るのに東京とか税金を払うみたいになっちゃうんですよね。それよりなんか、普通に幸せに暮らせるようにするお金使ってあげたらと思うんですけど、まあ日本はそういうふうにならないっていう、そういう構造です。はい。違ったらすいません。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。